皆様こんにちは。今日はちょっといつもと違う感じで撮影をさせていただいております。今日の日付はですね9月の20日になります。この後3日後に旅に出ることになりました。で、今回はですねこちらにあるリュック一つで旅をしてこようと思っております。でこれまでね旅のテーマが布を探しに行くということだったんですけれども、もちろんね今回もそのテーマで行く予定なんですが、お持ち帰りの布の量はだいぶ、減ってしまうかもしれないんですけれども、目に焼き付けてこようかなっていうところではあります。でいろんな海外をね旅してきて思うことはやっぱりね生地の材質とか質感とか見てるとやっぱり日本が一番だなっていうところではありますけれども、デザインとかね布の柄の感じとかはやっぱり海外ならではのものがあったりとかするので、そういう部分はですねちょっと写真撮らせてもらったりとか、あとやっぱり脳裏に焼き付けてこようと思ってます。それからですね、大量に購入しなくてもいいかなとかも思うので、その時そこでもしいいなって思ったらそれを購入してこようかなっていうふうに思っております。今回はパッキングの様子を紹介したいと思います。よかったら最後までご視聴いただけると嬉しいです。で今回ねなんで旅にこのリュック一つで行くことにしようって思ったかっていうとですね、前回ですね飛行機でやっぱり周遊するんですけれども、そのたんびにこの手荷物があるということでその分プラス料金になってしまうんですよね。なのでいざなんか飛行機に乗ろうかなっていうと運賃より預け入り手荷物の料金がかかるということが実際ありました。なので今回は飛行機で移動するということではなく電車で移動してみようかなっていうふうに思ってます。で電車で移動する時スーツケースだったら楽だったりするんですが、今回旅をするのがイタリアなので、イタリアって昔からすごい治安が悪くて怖いイメージがずっとあったんですよね。なのでちょっとそういう安全面からもスーツケースよりは座席の上に置けるリュックのタイプがいいかなっていうふうに思って今回選びました。で選んだリュックがですね、これもね散々悩んだんですが、キャビンゼロというリュックになります。色もねいろんな色が出てて、いざこれにしようと思ったらカラフルなのがあったんですっごく迷ったんですが、結局ですね定番のブラックにしました。でこれもですねキャビンゼロっていうのも、いろいろ種類があって3種類ぐらいあるのかな。日常使い用のリュックと、あと今回のこれ36リッターになるんですけれども、こちらのタイプとその上が44リッターというものになります。私がね普段見てる YouTuber さんがいるんですけれども、その方はですね44リッターで旅をされてるんですよね。でもコロナ禍でずっと旅行きたいなって思ってた時にその方のを見てて、でこんな身軽に旅ってできるんだっていうのを知ってですね、どんなバッグを使ってるのかなっていうのをその時からずっと気になって見ていました。女子なので肩幅が男性より少ないから、あんまり大きいのを背負うと結構ちょっとグラグラしちゃったりとかして不安定かなっていうふうに思ってたところ、その1個下のランクの36リッターっていうのがあったので今回ねこれにしてみたところなんですね。で今パッキングを終えたんですけれども、この後ね中開けてしまうのでちょっと一回背負ってどんな感じか見てもらいたいなと思います。で最初はね L サイズのスーツケースで行ったんですよね。で次は前回 M サイズのスーツケースで周遊をしました。で今回はついにリュック一つで行きます。もうずっとねこのねリュック1個で行くっていうのね憧れ持ってたのですごい楽しみです。ただね非常に重いですけどね。まずですねこのバッグはここの蓋のところにも袋が入っていて、こんな感じで入れています。今回は取り出しやすいこのアイロンから先に、前回はねブラシタイプのものを持ってったんですよね。やっぱりねこっちの方がいいなと思って前回失敗したので今回は、コテタイプのものを持っていきます。でこれはねさっき買ってきたばっかりなんだけど、ダイソーのメッシュのポーチになります。手作りいいんですけど、手作りするとね結構かさ増すんですよね。重たくなるんですよね。で透明で中身が見えるもので1回ですぐ出せる大きさのこの B5 サイズのものがあったので買ってきました。なのでこのスリッパ、携帯用のスリッパと鏡、
あとダイヤルロック、これもねダイソーで前回ね購入してすごい役に立ったものですね。リュックとかをつなげておくようになります。置き引きとかの防止です。あとティッシュポーチでマスクでウェットティッシュで、これはね100均で見つけたんですけど、これもねダイソーで見つけたんですけど、これすごくないですか？コンパクトレインポンチョってあるんですよ。雨の日に使えるもので、こういう風にポンチョなので袖がちょっと出てるかなぐらいの大きいタイプなんで、リュック背負ったままでも使えそうだなと思ってこれにしました。100円ですからね、なんといっても。あとは傘も使うかわからないけど、すぐ出るように。今んとこね天気予報が雨なんですよね。なのでちょっと初日どうかなと思って、一応取り出しやすい外側のポケットに入れました。で外側に入ってるのはこれだけですね。このねリュック本当にシンプルで、ポケットこの1箇所だけなんですよね、外側に。でカラビナは何かと使えるので、ここに予備につけています。防犯とかにもなるんですよ、カラビナって。開けるのめんどくさそうってなってるものはスリに狙われにくいので、なんかガチャガチャつけておくといいかもしれない。で開けるとですね、こんな風にポケットが、このファスナーのポケットがついています。まずこう食品としては、前回も持ってってよかったもの、前回はねわかめだけのものにしたんですよね。この原材料のところを見て、違反してるものがあったら入れ替えようと思います。でこのもう一つのパッケージの方は100円ショップで買ったこう鏡付きのコーム、あとは歯ブラシは前回失敗してコップ入れ用のもの持ってったんですけども、普通の方が良かったんで、これシュミテクトの歯ブラシ、これもね100円ショップで売ってるんですが、すごいね便利なんですよ。で前回これ持ってかなかったんですけど、コップ用のものがあったから、こういう風にこうやって折りたたみでコップができちゃうシリコンのもので、これがねこういう風にケースに入るの100円ですよ。日本ってすごいよね。でこれ女子必須のもの、これねあると便利です。ショーツライナーみたいなの、予備のジップロック、大と小とかさばらない程度に持っていきます。でこれが1袋ここのポーチに入ってて、もう1箇所ここの黒いところにファスナーがついてるので、ここにも入れてます。で前回持ってってすごい最高に良かったのがこのタオルなんですけど、すごい速乾で、あと髪の毛とか拭く時もすごい乾くの早いんですよ。これすごい役に立ちました。だからタオルの代わりにこれ1枚持っていくといいですよ。でこれ濡れると本当にニュルっとしたこう柔らかいタオルになるので、すごいおすすめ。これはね旅じゃなくっても旅行じゃなくても普段使いでも結構おすすめかなと思います。はい、それからこれね前回持ってったんですけど、これもセリアで売ってるハンガーとこうピンチがついたもの、ダイソーにも売ってるものを初回持ってったんですけど、ダイソーのものよりここのところがね薄いんですよ。でこれでいいなと思って今回も持っていきます。であとはハンカチですね。ハンカチはここに入れなくてもいいと、アイマスクは寝る時に使ったりしてます。それからマスクですね、帰り用のマスク、この蒸気でホットアイマスク、これもね前回、全部持ってったんですよ。箱から出して一通り持ってったんですけど、結局そんなに使わなかったので、今回は手持ちで1個とリュックに1つ入れていくだけにしようかなと思ってます。飛行機で深夜便乗る時とかにあると便利っていう感じです。シルクの枕カバーを今回も持っていきます。これはね楽天ショップで売ってます。でジップロックで収納して持っていきます。これね持ってってる人いないと思います。私ぐらいかな。ちょっと潔癖ではないんですけど、やっぱりね枕の匂いとかタオルの匂いが結構気になっちゃって、でよくホテルとか泊まる時はホテルのタオルを枕カバーにさせてもらったりしてるんですよ。なんだけどそのタオルが匂ったりとか本当臭いのがもう耐えられなくて寝れないので、もう枕カバーは持っていくようにしてます。もうどこの旅行でも。このジップロック野菜とか切った後に入れて冷凍できるものなんで結構薄いんですよ。切れやすいんですけどね、今回はこれを使います。でこの一番上に載ってるもの、パソコンですね。パソコンはどうしても仕事で使ったりとかブログ書いたりとかで、やっぱりショート動画とか作ったりとかするので、今回旅の編集はする予定はないんですけど、短いし期間もこれねスリコの、
バッグなんですけれども、これがですね広げるとこんな感じでショルダーバッグになってるんですよ。こんな風にショルダーバッグになってるので、もし向こうで一緒に持って歩きたいってなった時にこれ使おうかなっていうふうに思ってます。主に多分空港でしか出番はないかなと思うんですけれども。でまた100均のポーチなんですけど、これねメッシュのポーチで最初に紹介したのと同じぐらいやっぱ軽いものなんですよね。で今回この中にはパソコン関係の、パーツが全部入っております。でこれはフライト用のこうなんか何でもできるよっていう、こう平らになるんですけど意外とね厚みがあるんですよ、クッションと。でこれをこうやって何かに引っ掛けてこんな感じにしてスマホスタンドにしたりとかもできます。これはね帰りの機内で使ってたので意外とね持ってったら使えるかなって感じですね。あとボールペンですね。ボールペンもちょっと心配性なのでさっきダイソーで1本買ってきました。インクたっぷりのやつ。これは iPhone7 プラスで前回持ってかなかったんですけど、今回電車の旅もあるので iPad とかで見ない代わりにこれに動画とかを入れてってこっちで見ようかなと思ってます。結構ねスマホのバッテリー食うんですよね、 Google ナビとか使ってるから。でこれは動画用、こんなんなくてもいいけどあったらいいなっていうもので持っていきます。あとはこうパソコン関係のものですね。バッテリーとかあと iPhone の充電コード関係ですね。こういうコードとかを入れてます。それからねダイソーで見つけてよかったって思ったものが、これ何だと思います？試しに使ってみようと思うんですが、開くと S 字フックになってるんですよ。ほら結構ね金具の S 字フック持っていくと出国審査の時かな、あそこのところで結構引っかかるんですよね、私かなりの頻度で。であとはこちらですね。このプラグタイプ C なんですよ、ヨーロッパって。で今までは全世界型っていう大きいやつ持ってってたんですけど、結構四角くってかさばるので今回はもうこの状態で持ってって USB 差し込めるようにします。これもねダイソーに売ってます。で現地では結構 USB のものが多いんですけど、空港はねこの USB のところが壊れてたりとかするのでコンセントとかねあるといいかもしれない。あとね向こうのコンセントって日本と違ってこう平らじゃなくって奥まってるんですよ。なのでこういうの持ってるといいですよ。今回は3つ持っていこうと思ってて、最初からね挿してあれば使う時さっと使えますからね。あとはこう重さ測るやつも持っていきます。これセリアで見つけたんですけど、こんな感じでこう仕分けが3箇所できて大きいところも使えるからすごい便利ですよ。ウルトラライトダウンジャケット、これね中身は白なんですけどね、なんかこの白いジャケットのこの袋を前回ロッカーの中に入れて忘れてきちゃったのでなくなっちゃって、チャコールの方に入れ替えて持っていきます。前回も持ってってよかったものは絶対外せないなと思ってかさばるんですけど、これクロックスのシューズ、これも綺麗に今ね洗ってあるから綺麗ですけど、これもね YouTuber さんが紹介してたんですけど、これめっちゃよくって持ってってよかったと思いました。結構シューズで普段過ごすので部屋に入った時スリッパには履き替えるんですけど、シャワー浴びる時とかって向こうってね排水設備がすごく悪いのでほとんど素足で入ることなくずっとこれ履いてました。で洗えばもうすぐ水でさっと洗えるような感じのゴムのねシリコンタイプなのですごい便利です。店頭に売ってないのでネットで買うしかないんですよね。あと入れてるのがこのシャワーキャップですね。これもなんかテレビでやってて、あ、いいねそれと思って。全部液体は1袋に 1kg まで入れることができて、手荷物で持って歩けるのが 1kg までですね。現地はアメニティが全然ないのと、あとシャンプーはあってもシャンプーとボディシャンプーが一緒になってたりとかしてリンスないんですよね。なので前回もオルナのトリートメント持ってったんですけど 100ml 以上だとその容量を減らしたとしても持っていけないので、今回はこちらにしました。中身が 75g でした。ぴったりじゃないと思って、しかも2週間使うのに前回1本使い切ったので2週間だとこれがちょうどいいぐらい。あとね、そうそう、シャンプーとオイルとかもこの中に入れてます。シャンプーは基本ホテルとかで使うのでそんなに量ないんですけど、
これもスリコで買ったやつ、このパッケージの中にプッシュで全部入れてます。入るだけ入れてきました。意外とねこれでも十分ですね。中にはオルナのものが入ってます。でこれはN ドットが入ってるオイルですね。ヘアオイル、 UV の液体のものとか。メイク落としすっごいもう悩んだんですけど、普段はオルビスのオイルを使ってるんですけど、でそれと洗顔を、セットで持っていくと結構かさばっちゃうので、今回はこれがですね、容量が 60g になるので、これで朝晩もうそのまま使えるなと思って、もう割り切って2週間だからね、こういうのでいこうと思います。あとは前回持ってかなくて後悔したものは薬類ですね。なんで忘れちゃったんだろうと思って頭痛薬しか持っていかなかったので、今回はちゃんとこの風邪薬とか持っていきます。喉ヌールスプレー、これもね23年去年行った時はこれを持ってったので、なんかねちょっと喉怪しいなっていう時にこれ塗ったらセーフだったんですよ。なんだけど前回なんでか忘れてっちゃって悪化しちゃったので、今回は忘れずに持っていきます。でも意外とね持ってってる時って何もなかったりとかするんですよね。でも一応ね、あと胃薬、これもね前回持っていかなくて何もなかったのでよかったんですけど、あとはアレルギーのこの湿疹が出やすいので湿疹用のものとか、あと絆創膏と、あとアレグラ、この私は花粉症っていうかアレルギーを持ってるので、意外とヨーロッパでアレルギー出ちゃったりするんで、あとイブですね、イブと頭痛薬系を持っていきます。これもね前回持ってってよかったって思うもの、これ液体物なので二重に袋に入れてるんですけど、パックは必ず持ってってます。向こうの紫外線舐めてると本当に肌ダメージひどくなるので、あと洗剤も持っていきます。洗剤も普段ねジェルボール使ってるんですよ。もう最近これがもう楽ちんすぎてこればっかりなんですけど、あと歯磨き粉もこれも100均で買ってきました。これダイソーに売ってました。あとは化粧水もオルビス U のもの、これ私が普段使ってるものなんですけど、これに詰め替えてます。多分ね2週間これで足りると思ってます。トラベルポーチとかに入ってるやつは1週間分ってあるんですけど、これでもね十分間に合いますよ。であとはさっき見せたパックがあるので十分かなと思います。あと前回も持ってってよかったのがこれに好きな香水を入れてます。でこんな感じで液体物を入れております。これは洗濯ネットになってるんですけど、これもね前回持ってってよかったものですね。このままここにネットの中に入れて、コインランドリーとか使う時にそのまま洗濯ができます。これもねスリコで買ってだいぶねもう古いんですけれども、なかなかいいのに今出会わないのと、あんまりそんなにたくさん使うわけじゃないので、ひとまずはこれでまた持っていく予定です。それと前回も持ってってよかったもの、帽子ですね。でこの紐がついてるものいらないかなと思っていたんですけど、一応持ってったんですよ。これ大正解でした。風が強いところとか行くと飛んでっちゃうので、この首にくくりつけておいて使ってました。それから今回ネックピローを持っていかない代わりに膨らますやつにしました。マイル旅なんですけれども、ビジネスが運よく取れたので、行きはそのまま横になって寝ていけるんですよね。なのでネックピロー使わないんですけど、帰りは日中の飛行機なんですけど、朝方着くような感じの中国に着くのかな、中国経由なので中国に着くんですけど、多分ネックピローそんなに出番ないかなと思って、もうこれ今回最小限にしました。まずは今回、到着するのはそんなに遅くはないんですけれども、初っ端に泊まるのがですねドミトリーなんですね。3人部屋に今回したんですけれども、ちょっとね夜遅かったりすると寝てる人もいるかなと思って、あんまりガサガサできないんで1回ですぐ終わるような感じで圧縮袋に入れました。でこれが、夜着るパンツになります。ちょっと時間あったら明日簡単に作れるものでショーツ作ろうかなと思ってるんですけど、このパンツを作ろうかなと思ってるんですけど、とりあえずこれを入れています。あと、今回チューリヒはマッターホルンでこう雪のところに行くので、厚みのあるこう冬用のソックス、この
モコモコしてるやつを1足持っていきます。それからハイネックのセーター、これを1枚持っていきます。これもね1枚だけセレクトするのにどれにしようか悩んだんですけど、ここに指が出てアームウォーマーになったりとかするので、これちょうどいいかなと思って、気温を見るとですね2度とか1度とかって表示されてるのでちょっとドキドキなんですけれども、一応1着はあったかいもの持っていきます。多分これはマッターホルンとかちょっとスイスの上の方に行くのに2日間ぐらい同じもの着そうですけど、でこの中に入っているのがこう2つに分かれてるんですけど、マチがこうやって出てくるのを今ファスナーでこう閉じてるような感じですね。で使う時はこうやって開けてからやった方がいいと思います。でここ開けるとですね、前回も思ったのが3着でいいなっていうふうに思って、着ていく服を含めて3着で今回は準備しています。で靴下2足入ってます。靴下はねなんとなく匂いもついちゃうんで、洗ってもねこういうふうに分けて入れるようにしています。でもすっかりブラトップに見せられて、ブラトップだけです。だからブラジャーは入れていかないんですけど、ブラトップを今回2着持っていきます。これはね島村で買ったんですけど、何百円か数百円ぐらいだったと思う。なんかたまたま安い500円ぐらいかな、安いやつ買って、これはパジャマにしています。であとはショーツ2枚と、あとはヒートテックも予備で2枚にしました。前回1枚にしたんですけど、2枚あった方がいいなと思って、今回ねちょっと冬のところに行くので今回は2枚にしました。で反対側は時々着てるんですけど、今回はこれにしました。ちょっと気温が本当にねどんな感じなのかわからないので、あとはシワになりにくいちょっとシフォンっぽいやつ、それからボトムスは1着だけ、今回スカート1着持っていきます。なんかワンピースにしようかすごい悩んだんですけど、作ったものにはやっぱりポケットが入っててやっぱり便利なんですよね。でワンピースは上に着るものがもう限られてしまうのと、それ1着で1回分になってしまうので、ならこっちにすればズボンと分けて上下も組み合わせができるかなっていうふうに思って今回はこれにしました。であとは今履いてるパンツでいきますので、ボトムスはこれとスカートだけになります。で普段この部屋で着るパンツ1着なので全部で3着という感じになりました。多分ねこれで十分間に合うかなっていう思ってます。前回はね結構着替えたりとかしていったので汗もかくかなと思って余分に持ってったりとかしてて、結局ねそれも全部着れたんですけど、今回は2週間って期間も短いですし、あと全部自分で持たなきゃいけないので最低限のものにしました。そしたらこんな感じになったというところなんですね。では、これをもう一度ですね袋に戻していきます。こんな感じで参考になります。では、またリュックに戻していきます。そしたらこの中も入れていきます。こんな感じにして中に入れて、あと洗濯のメッシュネットかネットもたくさん使わないからね、あと帽子をこの袋の中に入れちゃいます。でこれでできるだけ平らになるように分散するようにして入れておきます。そしたらこの洋服のポーチを入れて、靴ですね、潰しながら入れちゃいます。あと、ライトダウンの
て、でこの、いくやつは一番バッグのね底に入れておきます。パソコンをね一番上に置いちゃいます。結構出国審査の時にすぐ出さなきゃいけないので、一番上にあった方が便利なんですね、何かと。はい、でそしたら最後にここに先ほどのこのポーチを入れてアイロンを入れます。はい、じゃあこれで完成かな。はい。でこれいいのはここにも持ち手がついてるから横にも持てるんですよね。こんな風にして。だから上に乗せる時とか飛行機の上に乗せる時とかここあると便利かも。結構重いね。ここもね結構厚みがあるから食い込んでくる感じがないんですよ。これがね結構良かった。こんな感じになります。どうでしょうか。後ろ姿、自分では後ろ姿は見れないので編集してる時に見れるかな。前回使ったショルダーもこうやってね持っていけるのはいいんですけど、今回はこっちを使ってみようと思います。安全装備でもうここにあるとそれでも不安になっちゃうから、ここにやってここでこう開け閉めができるように、こんな感じで今回行こうと思います。だからカメラとか撮るのもこうやって撮ってすぐにさっと使えるように、これでこんな感じで撮ってこようと思います。で今着てるものも今回外したんですよ。さっきのシフォンタイプのものにしちゃったんですけど、なんか最終的にはどっちにするか。ちなみにこのサブバッグの中にはもっと小さくしたエコバッグが入ってます。動画ではここまでっていう風にしてるじゃないですか。これをねさらに半分に折って中に入れただけなんですけど、こんなにちっちゃくなるの。ではこんな感じで行ってきます。はい、ということで今回の動画はいかがだったでしょうか。今回紹介してきた動画はですね、昨年の9月に撮影したものを再編集させていただいております。で実際に公開するタイミングがなくてですね、1年寝かしちゃったわけなんですけれども、現在2025年の9月になります。で動画でちょっと説明が不足していたものを今回ちょっとだけ説明を追加させていただこうと思います。このキャビンゼロっていうのはですね、もともとイギリスの冒険家がリュック一つで旅ができないかなっていうところで考え抜かれたリュックになってるので、必要最低限の付属しかついてないんですよね。なので表にあるファスナーと内側のファスナー2つのみになっています。それから私がこのリュック選びで一番決め手にしたのはリュックの重さでした。このキャビンゼロの36リッタータイプは 700g になります。もともとですね、このキャスター付きのものとか、あとパソコンが入れられるものとか、ファスナーがいっぱいついてるもの、それも探してみたんですけれども、全部ね、だいたい 1kg を超えていたんですよね。で、その 300g の差ってちょっとって思うかもしれないんですけど、意外と肩で背負うとですね、結構重量を感じるんですよね。なので持ち物から重さにこだわってみました。そして一番の特徴としてはこちらのお小判っていうのがこのバッグに備わっています。こちらは登録しておくと、もしこのリュックを紛失した場合、なんかエアタグのようにこう探してくれる機能があります。そういうところもね、すごく考えられてるなっていうふうに思いました。強いて言えばね、このパソコン入れるところのファスナーぐらいは欲しかったなっていうふうには思うんですけれども、その程度ですね。それでは、ちょっと中の方も少しだけ紹介します。まずファスナーが結構ね、こんな感じですごくしっかりしてます。でここでこう穴が開いてるところで鍵とかを差し込んでね、入れられるような感じになってます。で開けるとここにポケットがついています。そして蓋の部分にはここにメッシュのポケットがあります。
もう一つポケットはここに。ここは時々濡れたままの時に移動する時に、ここに入れたりしてました。全体的にこのバッグは防水性になってるんですけれども、一応雨が降った時とかも撥水加工はあるんですが、一応こうリュックのカバーはつけた方がいいと思います。そして背面はこんな感じになってます。肩を背負うところですね。このショルダーの厚みがこのぐらい、分かりますか？すごく厚くって、であとメッシュで通気性がいいので、全然ね肩にね負担がかからなかったです。結構最終的には持って行った時は軽かったんですけど、最終的にいろいろ入れたら10キロぐらいで持って帰ってきてるので、すごく重くなってもなんとかねこれで持ちこたえることができましたので、はい、参考になればと思います。ガチッとしてるのはこの底の部分ですかね。結構ここがカチッとしてるので、潰すのはこうやってやんないと潰れないぐらい、ここだけはガチッとしてます。で最後荷物を入れると結構ここの部分膨らんでくるので、このサイドでギューッと絞ってこう薄くすることもできて、これは座席下にも入るので、LCC の飛行機でも例えば機内持ち込みがある場合でも追加料金がかかる場合あるんですね。なんだけどこの座席下に入るリュックであれば無料で持ち込むことができるんですよね。で私はですね今回の旅ではビジネスとかエコノミーを利用してるので、実際荷物は棚の上に上げちゃってるので座席下には入れなかったんですけど、海外の方のレビューとか見ててもライアンエアとか海外で利用される LCC とかでも座席下に入ったっていう投稿を見たので、大丈夫かなっていうふうに思ってます。はい、ということで今回の動画も最後までご視聴いただきましてありがとうございます。この後はスイスイタリア旅の方の動画が配信されますので、よかったらチャンネル登録してお待ちいただけると嬉しいです。この動画良かったよ、参考になったよって方はグッドボタンで応援いただけると編集の励みになりますので、どうぞよろしくお願いします。それでは良い旅を。How home grew out of you and me. We said